序章、オートパイロットの回。想像してみてください。あなたは深夜の高速道路を運転しています。目的地は自宅で慣れ親しんだ帰り道です。雨音がリズムを刻み、対向車のライトが流れていくのをぼんやりと眺めています。考え事をしているうちに、ふと気がつくと、もう家のガレージに車を止めている。ここで背筋が凍るような質問を一つしましょう。高速道路を降りてから、ここまでの20分間、一体誰が運転していたのでしょうか。あなたは覚えていないはずです。ブレーキを踏んだ感触も赤信号で止まった記憶も、ウインカーを出した判断も、まるで霧の中に消えてしまったかのようです。しかし車は無傷で、あなたは生きてここにいる。もしあなたの意識が別の世界に飛んでいたのなら、この現実世界でハンドルを握り、複雑な交通状況を判断し、的確に手足を動かしていた。何かそれは紛れもなく、あなたの体を使っていますが、あなた自身の記憶にはない存在です。私たちは普段、自分の心は一つであり、自分の意志で全てをコントロールしていると信じて疑いません。私がコーヒーを飲みたいと思い、私がカップを手に取り、私が口に運ぶ、この一連の動作の主人は私であるはずです。しかし現代の脳科学、そして心理学が突きつける事実はそれほど単純ではありません。あなたの頭蓋骨の中には、あなた自身も知らない別の誰かが潜んでいる。いや、もっと正確に言いましょう。あなたが私だと思っているその意識は、巨大な組織の決定を事後報告で聞かされているだけの無力な広報担当者に過ぎないのかもしれないのです。今日はあなたの頭の中に住む見知らぬ同居人の正体を暴いていきます。この動画を見終わる頃には、あなたは鏡に映る自分の顔、今までと同じようには見られなくなるかもしれません。ようこそ意識の深淵へ。第1章、沈黙の同居人。私たちの脳は右半球と左半球という2つの巨大なプロセッサによって構成されています。この2つは脳梁と呼ばれる約2億本の神経繊維の束でがっちりと接続され、常に毎秒数億回もの凄まじいスピードで情報を交換し合っています。通常この通信があまりにも高速で密接であるため、私たちは自分を一人の人間だと感じています。二人の人間が同時に同じ言葉を叫べば、一つの大きな声に聞こえるようなものです。しかし、この脳梁という通信ケーブルを切断してしまったら、一体何が起きるのでしょうか。1960年代に重度の転換患者の治療として、この脳梁を切断する手術が行われました。分離脳と呼ばれる状態です。手術は成功し、患者の発作は収まりました。一見すると彼らの人格や知能には何の変化もないように見えました。しかし、神経心理学者のマイケル・ガザニガとロジャー・スペリーは、彼らの行動に奇妙なズレがあることに気づきます。実験室での出来事です。分離脳の患者の左側の視野だけに雪景色の写真を見せます。そして右側の視野だけに鶏の足の写真を見せます。ここで重要なのは脳の交差支配というルールです。左側の視野で見えたものは右脳へ、右側の視野で見えたものは左脳へ送られます。そして言語中枢、つまり言葉を話す機能は大抵の人間において左脳にしかありません。右脳はイメージや空間認識は得意ですが、口が聞けない無口な天才なのです。研究者が患者に尋ねます。何が見えましたか。答えるのは言葉を話せる左脳です。左脳は鶏の足を見ています。だから患者は迷わず答えます。鶏の足が見えましたと。ここまでは正常です。恐怖が始まるのはここからです。研究者は次に目の前に並べられた様々なイラストカードの中から今見たものに関連するカードを選ぶように指示します。患者の右手は左脳が指令を出すので当然鶏のカードを選びます。しかし患者の左手は右脳が指令を出します。右脳が見ていたのは雪景色でした。そのため左手は迷うことなく雪かきスコップのカードを選び出したのです。ここからがクライマックスです。研究者は患者にこう聞きます。なぜ左手でスコップを選んだのですか。右脳は口が聞けません。だから雪景色を見たからだと答えることはできない。そして答える役割を持つ左脳は雪景色なんて見ていないのです。左脳からすれば自分の左手が勝手に何の関係もないスコップを選んだように見えるはずです。論理的に考えれば分かりませんとか、手が勝手に動きましたと答えるのが正解でしょう。しかし患者は一瞬の躊躇もなくこう答えたのです。簡単ですよ。鶏小屋の掃除をするにはスコップが必要でしょう。わかりましたか。左脳は嘘をついているつもりは全くありません。左脳は自分の知らないところで勝手に行われた左手の行動を見て、瞬時にその行動を正当化するためのもっともらしい物語をでっち上げたのです。鶏を見たという自分の記憶と目の前にスコップがあるという現実、この矛盾を埋めるために脳はコンマ1秒で鶏小屋の掃除というストーリーを捏造し、それを自分の意思だと信じ込ませました。これを心理学用語で作話、または
解釈装置と呼びます。左脳は事実をありのままに捉える記録装置ではなく、辻褄を合わせるための優秀な小説家なのです。あなたは今、それは転換手術を受けた特殊な患者だけの話だろうと思って安心していませんか？いいえ、違います。私たちの脳梁はつながっていますが、この解釈装置の機能は私たち全員の頭の中で今この瞬間もフル稼働しています。あなたが今日なんとなく選んだランチ、ふと入ったコンビニで手に取ったお菓子、なぜかイライラしてパートナーに言ってしまったきつい言葉、あなたはその全てに健康のためとか安かったからとか相手が悪かったからともっともらしい理由をつけることができます。しかしその理由はあなたの左脳が後から必死に考え出した言い訳に過ぎないとしたらどうでしょう。本当の動機は言葉を持たない右脳やもっと深い無意識の領域が匂いや音や過去の記憶の断片に反応して勝手に決定し、あなたの体を使って実行させただけだとしたら、私という意識は全ての決定を下している王様ではなく、無口な同居人が勝手に行った行動に対して後付けで署名をするだけの哀れな官僚に過ぎないのかもしれません。そしてこの主導権の不在を示唆する証拠は右脳と左脳の関係だけではありません。時間の感覚さえも私たちは誰かに操作されているのです。第2章 0.5 秒の支配者。自分の意思で体を動かす、これほど確実な感覚はありません。今あなたが動画を止めるために指を動かそうと思えば即座に動かせるはずです。動かそうという意思があり、その後に脳からの指令が飛び、最後に筋肉が動く。この順番は直感的に疑いようがありません。しかし1980年代にベンジャミン・リベットという生理学者が行った実験はこの常識を根底から覆しました。リベットは被験者にこう指示しました。好きなタイミングで手首を曲げてください。そしてその動かそうという意思を自覚した瞬間の時計の針の位置を報告してください。リベットは脳波計を使って脳が運動の準備を始める電気信号である準備電位も同時に測定していました。常識通りなら順番はこうなるはずです。まず意思が発生して動かそうと思い、次に脳の活動として準備電位が発生し、最後に実際の運動として手首が動く。しかし実験結果は衝撃的でした。実際の順番はこうだったのです。まず脳の活動として準備電位が発生する。次に意思が発生して動かそうと思う。そして最後に実際の運動として手首が動く。お分かりでしょうか？あなたが動かそうと意識するよりも実に 0.35 秒も前に脳はすでに動かす準備を始めていたのです。あなたの意思は脳が勝手に準備を始めた後に、そうだ、私が動かそうとしたんだと錯覚するように後から作り出された通知に過ぎなかったのです。この受動意識説と呼ばれる考え方は恐ろしい結論を導きます。私たちは自分の行動の原因ではなく脳内で行われた処理の結果を受け取っているだけ。意識とは司令塔ではなく単なるモニター画面なのかもしれません。しかし絶望しないでください。この遅れは私たちが生きていくために不可欠な機能でもあります。例えば時速 160km の剛速球を打つプロ野球選手、ボールが手から離れてキャッチャーミットに届くまでわずか 0.4 秒ほどしかありません。もしボールを見てよし打とうと意識し、それから筋肉に指令を出していたら絶対に間に合いません。意識というノロマなモニターを通さず脳の無意識領域が直結で筋肉を動かすからこそ神業のようなプレーが可能になるのです。私たちは日常生活のほとんどこの優秀な無意識の自動操縦システムに任せて生きています。朝の歯磨きも駅までの歩行もキーボードのタイピングもこれらをいちいち意識していたら脳はパンクしてしまいます。 0.5 秒の支配者である無意識は私たちを乗っ取っている敵ではなく生活を支える頼もしい相棒でもあるのです。ただ問題はこの相棒が時々暴走することです。特に感情が高ぶった時、この相棒は野獣へと変貌します。第3章象と象使い。アメリカの心理学者ジョナサン・ハイトは人間の心を非常に分かりやすい比喩で表現しました。それは象と象使いです。私たちの心には2つの異なるシステムが存在しています。一つは象。これは本能や感情や直感、そして先ほどのリベットの実験で見たような自動的な反応を司る部分です。象は巨大でパワーがあり、一度暴れ出したら止めることは困難です。甘いものが食べたい、あいつが許せない、怖いから逃げたい、これらは全て象の声です。もう一つは象の背中に乗っている象使い。これは理性や論理や言語的思考を司る部分です。象使いは賢く未来を予測し計画を立てることができます。ダイエット中だから我慢しよう、ここで怒ると損だ、冷静になろう、これが象使いの声です。私たちは普段自分自身を象使いだと思っています。理性的でコントロール可能な存在だと。しかしハイトが指摘するのは
両者の圧倒的な力関係の差です。象、つまり感情や本能は数トンもの巨体を持っていますが、象使いである理性は体重60キロ程度の無力な人間に過ぎません。象が左に行きたいと本気で思えば、象使いがいくら手綱を引いても象は左に行きます。そして面白いことに象が勝手に左に進み始めた後、象使いは何をすると思いますか？ダメだと叫び続けるのではありません。なんと、そうそう、実は私も左に行こうと思っていたんだよ。あっちの方が近道だからねと、自分を納得させる言い訳を始めるのです。これが第一章で触れた作話の正体です。私たちは感情が決めたことを後から理性で正当化しているに過ぎないのです。限定品だから今買わないと損だと言いながら、本当はただ欲しかっただけ、今日は仕事頑張ったからご褒美が必要だと言いながら、本当はストレスで食欲が暴走しただけ。あの人の意見は論理的に間違っていると言いながら、本当は生理的にあの人が嫌いなだけ。私たちの日常は暴走する象とそれを必死で正当化する象使いのコントのようなものです。しかしこの力関係を理解していないと、私たちは一生自分の行動の真の原因に気づけません。なぜ自分は変われないのかと悩むとき、それは象使いが象の動かし方を知らずにただ無知で叩いているだけだからかもしれません。象は力でねじ伏せるのではなく、なだめすかして環境を整えて誘導してやる必要があるのです。さてここまでは本能と理性という二者の対立を見てきました。しかし最新の心理学はさらにカオスな世界を提示しています。あなたの頭の中には象と象使いどころか、もっとたくさんの住人がひしめき合っているというのです。第4章、心の会議室。私という人間は一人しかいない。私たちはそう信じています。一貫した性格、一貫した価値観、一貫した記憶を持つたった一人の私。しかし進化心理学者のロバート・カーツバンは著書の中でモジュール説を提唱しました。脳は単一の CPU ではなく、特定の機能に特化した無数の小さなアプリの集合体だというのです。これを分かりやすく言い換えると、あなたの頭の中は常に騒がしい会議室のようなものです。この会議室には常に複数のあなたが出席しています。例えば金曜日の夜にダイエット中のあなたが飲み会に誘われたとしましょう。脳内会議室では即座に激論が交わされます。社交担当の私が手を挙げます。行こうよ。人脈を広げるチャンスだし、仲間外れにされたくないだろう。すると健康管理担当の私が猛反発します。ふざけるな。今週の目標カロリーはどうするんだ。絶対に断るべきだ。そこに快楽主義の私が横槍を入れます。ビール飲みたい。唐揚げ食べたい。固いこと言うなよ。さらに倹約家の私がボソッと言います。今月ピンチなんだから無駄遣いはやめようよ。彼らは全員あなたです。しかし誰も全体の代表者ではありません。その時々で最も声の大きな、あるいはその場の環境によって力を得たモジュールが一時的にマイクを奪い取り、体の操縦席に座るのです。飲み会に行くと決めた瞬間、マイクを握っているのは社交担当や快楽主義者です。しかし翌朝、二日酔いで鏡を見た瞬間、マイクは健康管理担当に奪い返されます。そして彼は昨夜の支配者たちを激しく罵倒するのです。なんであんなことしたんだ、最低だと。これを意志が弱いと片付けてはいけません。意志が弱いのではなく、昨夜のあなたと今朝のあなたは脳内の派閥が入れ替わってしまった。いわば別の政権なのです。多重人格障害までいかなくとも、私たちは皆軽度の多重人格的な状態で生きています。文脈や環境が変われば主導権を握る私も変わる。これが人間が一貫性のない行動をとってしまう真の理由です。このマルチセルフという考え方を受け入れると、他人の不可解な行動も理解できるようになります。あんなに真面目な人がなぜ不倫を、あんなに温厚な人がなぜネットで暴言を。それは彼らの中にいる別の担当者が特定の環境下で暴走してしまった結果なのです。私たちの中に真の自分なんてものは存在しないのかもしれません。あるのはその場その場で主導権を争う騒がしい住人たちの絶え間ない権力闘争だけなのです。最終章、指揮者としての私。ここまで私たちの常識を揺るがす事実を見てきました。左右に分断されたの 0.5 秒遅れの意識、暴れる象のような本能、そして分裂した多数の自己。私たちの頭の中に絶対的な支配者としての私はいません。あるのは無数のプロセス、無数の衝動、無数の誰かの集合体です。では私たちはただの操り人形なのでしょうか。脳内会議の結果に流されるだけの無力な傍観者なのでしょうか。いいえ、そうではありません。
この事実を知ったことこそが唯一の希望です。心理学者のスタノビッチは、私たちには長期的利益のために短期的衝動を拒否権する能力があると言っています。リベットの実験でも、動き出す直前の 0.2 秒間で私たちは動作を止めることだけは可能であることが示唆されています。つまり私たちは自由意志は持っていないかもしれないが、拒否する意志である自由否定は持っているのです。象が暴れ出そうとした時、ちょっと待てと手綱を引くこと。会議室で快楽主義者がマイクを奪おうとした時、その意見は却下と拒否すること。そして暴走しがちなモジュールが力を持ちにくい環境をあらかじめ整えておくこと。私たちはオーケストラの全楽器を演奏することはできません。しかしどの楽器にソロを弾かせるか、どの楽器の音量を下げるかを調整する、ある種の指揮者を目指すことはできます。自分の中に別の誰かがいると認めることは、自分を突き放すことではありません。むしろ自分という存在の複雑さを愛し、扱い方を知るための第一歩です。あ、今脳が不安がっている。なお、今は見えっ張り担当の私がマイクを握ろうとしているな。そうやって自分の中の住人たちを客観的に観察できたとき、初めてあなたは彼らに振り回される広報担当から彼らを統率する真のリーダーへと進化できるのかもしれません。あなたの頭の中には確かに別の誰かがいます。でもその誰かと手を取り合い対話していくのがこれからのあなたの生き方なのです。自分の中の誰かの声が聞こえたら無視せずに聞いてあげてください。それが自分自身と仲良くなる一番の近道なのですから。ご視聴ありがとうございました。